おはようございます。たかしです。本日は10月19日木曜日、ただいま8時5分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートにて即戦力になるテクニカル分析を販売中です。今月はユーロドル、ポンドドルの相場分析マガジンの無料クーポンを配布しています。なかなか勝てない初心者の方には特におすすめの通貨ペアです。詳細は Twitter のハイライトをご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。現在日足は GMMA の青帯が横向きですので、基本的にはレンジ。こんな緑の矢印のイメージで大枠ではレンジを考えております。今、大きなレンジの幅としてはこの白の水平線を引いてますが、178.5 から184円ぐらいまでの間と考えてますが、その中で今小さく1時間足や4時間足でさらに小さなレンジを描いてきております。基本は上がったり下がったりと方向感のない動きをする。そんな前提で今は見ておくといいですね。日足単位では今ここから GMMA が横ばいになってますので、ここからダラダラと下落していくのか、それとも現在のレンジを抜けて上昇方向に向かっていくのかっていうところを見ていく。今はどちらとも言えないところ、GMMA が横ばいですので、どちらにでも動きやすい、そんな試合にはあります。ストキャスティクスもうちょっと下げる余地がありますので、その辺ぐらいまで、ストキャスティクスが下げきるぐらいまでは、もうちょっと上値が重いのかなという、そんな印象を受けますね。チャンネル登録してね。次は4時間足です。4時間足には先ほど日足の大枠の中でさらに小さな黄色のボックス、レンジを描いております。昨日もそのレンジ上限付近からの下落になってきてますね。ここのところですが、過去は9月の末に一度レンジ上限を接触して、それから10月の頭にも一度レンジ上限に接触してきて、それから一度上抜けて、そこからですね、ちょっと上値が重いですよね。今まではレンジ上限にタッチできていたんですが、ここのところレンジ上限にタッチできなくなってきてますので、もしかするとレンジ加減を目指してもう一度下落していく可能性っていうところも考えておきたい。ただし4時間足では今黄色の枠で考えているんですが、その中でさらに1時間足、小さなレンジを描いてますので、今はこの中ですね、1時間足単位でのレンジを見ておきたいところです。4時間足のストキャスティクスももう少し下げる余地があります。先ほど日足も下げる余地がありましたので、本日ももうちょっと上値が重いのかなと。そう考えるとやはりレンジ加減ぐらいまで下落してくる可能性は考えておきたいです。では1時間足です。先ほど4時間足で描いていた黄色のボックスの中に、さらに1時間足単位で小さな緑のボックスを描いております。今のところここ3日間ほどはこの中で動いている感じですね。で、今はこのボックスの下限付近にありますので、ここからは反発を見ておきたい。1時間足の GMMA は横ばいですね。4時間足とか日足も横ばいですので、今は方向感なく上下に動くという、そういう状態ですので、1時間足単位ではこのレンジの加減、上限に引きつけて、そこからの反発を見ていく。もしくはこのレンジを抜けてくれば、そこからの上昇とか下落の流れについていくのが良さそうです。で、今はちょっと上値が重そうですので、本日は下抜けるという可能性がありますので、下抜けた場合は一旦黄色のボックス加減ぐらいまで、もしくは直近の安値ぐらいですね、だいたい 181.4 付近、そのあたりが次引っかかってくるのかなと。そこを下抜けてくると、黄色のボックス加減の181円ぐらいまで下落すると考えておくのが良さそうです。基本的には今、ポンド円、日足も4時間も1時間も GMMA の青帯は横向きでレンジ、つまり方向感なく上下に動くという中ですので、この時間軸でのトレードは少し難しいかなと思います。例えば1時間足のこの緑のボックスの上限下限に引きつけてやっていくのでしたらいいんですが、この中でトレンドをつかもうと思うと1時間足今トレンドがないですよね。ということは15分足とか5分足ぐらいに落としてトレードをしていくということになります。で、昨日も何箇所かエントリーできるようなところを15分足単位で見ておりました。で、この辺の詳しい解説今日は有料投稿の方で話してますので、よければそちらご覧ください。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円は現在オレンジの平行チャンネルの中で動いている。その中でこの赤いラインですね、過去の高値になるんですが、その辺で今揉み合ってますよね。もうちょっとここを上抜けるのか下抜けるのかっていうところを見ておきたいんですが、現在は高値圏で揉み合ってますけれども、この現在の動きを見ているとですね、昨日の動き、その前もそうですけれども、上抜けそうなそういうローソク足になってきてますよね。昨日は1時間足単
単位で直近の高値を上抜けたというところですので、今はじりじりと上昇してきておりますので、このまま上抜けていくんじゃないのかなというところを考えたいです。ただし直近のこの大きな陰線ですね、10月3日の陰線のこの髭先の 150.160 というところを明確に上抜けられるかどうかっていうところが次の注目ポイントになってきますので、今はその辺を見ておきたいですね。今かなり高値圏にありますので、もちろんここからダラダラと下落していく可能性もあるし、この辺りでのレンジと考えるのであれば、そのレンジの上限に今ありますので、そこからレンジ下限の148円ぐらいを目指して下落する可能性も十分ありますので、その辺は注意です。では4時間足です。じりじりと現在は上げてきてますよね。ですので、このまま上抜ける可能性が高いとは考えてます。ここ今アセンディングトライアングルみたいな形になってきておりますので、このまま上抜けて直近の高値 150.160 を目指す可能性は高いですが、現在地が 149.9 付近で、今ターゲットが 150.16 ですので、かなり今高値圏にありますので、ここからのトレードは優位性がないと思います。今日足もそうですが、4時間足ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここからはいつ調整の下落に入ってもおかしくないと思いますので、今4時間足はこの赤の平行チャンネルの中で動いておりますが、前回この平行チャンネル下限ぐらいまで一度一昨日ですね、下げてきてそこからの反発になってきてますが、今ストキャスティクス高値圏にあるので、もう一度調整の下落をしてもおかしくないとは思います。その場合はまた平行チャンネルの下限付近、現在地から下落してくればだいたい149円ぐらいになりますので、その辺付近までの下落の可能性は十分にありますので、そこは注意ですね。ただし今この形を見ているとアセンディングトライアングルですので、現在地から上抜けていく可能性は高いですが、上抜けたところはすぐに 150.160 という前回の高値もありますし、赤の平行チャンネルのセンターラインもありますよね。なのでそのあたりで次下落していくということも考えられるので、ここからの上昇の流れに乗っていくというよりは、一度上昇して天井をつけてからの次の下落を狙うとか、次下落してからのさらにその次の上昇を狙うとか、そういう考え方を持っておくのがいいと思います。基本的にはストキャスティクス高値圏にある時のロングエントリーは優位性がありません。では1時間足です。1時間足はじりじりとした上昇で、かなり分かりにくいなという印象ですね。ただし GMMA の青帯でずっとサポートされてますよね。一旦ここ下抜けとかもしてますが、だいたい GMMA の青帯付近で今サポートされてますので、本日もこのサポートが継続するのであれば、GMMA の青帯で下値を支えられる、そういう形になるのであれば、ここからの押し目買いっていうのを考えておきたいですね。ただやはり基本的には上値が重くなっておりますので、しっかり押しをつけてほしいなと思います。例えばこの一昨日のこういう下落ですね、大きな下落、昨日もちょっと下落がありましたが、そういうところを見ておくのがいいと思いますので、下がってくればそこからは押し目買いですが、上がったところから買っていくのは優位性がありませんので、そこは注意です。下がってくれば押し目買いポイントを作ってくれるでしょうけれども、上がりきっている状態、現在はかなり高値圏にありますので、ここから買っていくのは次調整の下落がいつ入ってもおかしくないっていうのを先ほど4時間足で言いましたけれども、そういう大きめの調整下落が入る可能性があるので、そこは注意しながら下がったところを拾っていくのがいいと思います。ただここのところの1時間足の動きを見ても GMMA でサポートされているとはいえ難しい動きをしてますので、あえてドル円でトレードする必要はないと思いますので、分かりやすい通貨ペアを探していくことも大切です。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。有料ノートで日々の相場分析を販売しております。ポストプライムのプライム投稿を切り売りする形での配信です。プライム投稿では情報量が多すぎるという方に向けて、投稿の一部を価格を抑えて販売してます。少しでもお得に有料投稿をご利用したい方はぜひご検討ください。FX は知識量が勝率を分けます。有料投稿はそのお手伝いができますので、効率よくご利用ください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。